おはよう、ズンダモン。スト6の剣の操作方法をクラシックからモダンにしたんだって。よければ使用感を教えてくれよ。了解なのだ。と言ってもまだまだ使い始めたばかりで煮詰めきれてないところもあるんだけども、非常に遺憾ながらちょっと勝てるようになったのだ。お、やったじゃないか。剣の考え方がわからねえって苦労してたもんだ。クラシック剣使ってた時は考え方が甘かったなってちょっと反省してるのだ。具体的には何がどう違う感じなんだ？大きな違いは対空と劉備脚なのだ。ワンボタンの昇竜が本当に便利で、モダンのおかげで前に歩きやすくなったのだ。剣の使い方で正しいか間違ってるかは別として、僕は基本的にガンガン前に行きたいからクラシックでもよく歩いてたんだけど、前に歩いたことによって相手の前ジャンプでめくられてしまうことが多かったのだ。落とさないといけなかったんだけど、レバー操作だと僕には厳しかったのだ。あるあるだよな。めくりになるかどうかの飛びが落としがたいゲームでもあるからな。それがモダンだとワンボタンでいいから、前に歩き続けて後ろ SP ボタンで落とせるため非常に楽になったのだ。改めて相手の空中攻撃を極力許してはいけないゲームなのを思い知ったのだ。あとは劉備脚がスムーズに出せるから奇襲が楽になったのだ。クラシックだと前に歩いて一度ガードを入れてそのまま劉備脚をやろうとしたら疾風陣雷脚が漏れてたのだ。モダン剣の劉備脚はワンボタンでいいから他の技が漏れることがほぼないし、これマジで助かったなって思ってるのだ。前ある奇中足からも漏れてて発狂してたよな、ズンダモン。今からでも遅くないから劉備脚のコマンドを逆昇竜にしてほしいのだ。まあそんなわけで対空精度の上昇と技漏れがなくなったことによってダイヤモンド帯に上がれたのだ。やり込み不足だからマスターは厳しいかもしれないけど、しばらくはモダン剣でやり込んでみるのだ。よし、じゃあ今日はモダン剣の動画だな。初心者向けというよりちょっとゲームに慣れてきた初級者向けの内容になると思うけど、よければ見ていってほしいのだ。自分の脳内の整理も兼ねて紹介するのだ。まず個人的に思うクラシック剣とモダン剣の大きな違いが2つあるのだ。1つ目はクラシック剣でいうところのジャンプ中パンチがないことなのだ。クラシック剣のジャンプ中パンチは状況が限られているとはいえリターンが高い強い技だったのだけども、残念ながらモダンではないのだ。これ個人的には結構痛いのだ。今からでも遅くないからジャンプ中キックとジャンプ中パンチ入れ替えてくれないかな。羽がっていうのな。そのあたりはプレイヤーの好みが分かれそうだけどな。次にモダン剣はしゃがみコパンにダイレクトにアクセスできるボタン配置がないのだ。しゃがみ弱攻撃は壊しスタートなのだ。このあたりは竜と一緒だな。でもタチコパン4フレームだろ。暴れ技は問題ないんじゃないか。いや、しゃがみコパンが直接出せないってことはしゃがみコパンタチ中パンチのコンボができないのだ。だからコパンからの火力がちょっと減っているのだ。あとしゃがみコパンで暴れられないってことはしゃがみコパンタチ弱キックの暴れもできないのだ。細かいところで結構不便だとは感じるのだ。総じて火力の低下ってことか。そうなのだ。この辺りはワンボタンによる切り返しの豊富さの代償だと思っているのだ。だから剣で火力を高く求める人はモダンはおすすめしないのだ。そう思う火力を取るかワンボタンの切り返しを取るか、この辺りは他のキャラも似たようなものだな。好みや連動はあるだろうけど時間をかけて考えてみてもいいと思うのだ。で今回モダン剣なんだけども PS4 の純正パッド操作設定はデフォルトでの説明になるのだ。隠し技の詳しい詳細についてはブログを見てもらうか別の記事を参考にしてほしいのだ。またモダンスタイルの基本的な操作と考え方は前にメタンが解説していたモダン流の動画の前半を見てほしいのだ。概要欄にリンクを貼らせてもらうぜ。申し訳ないけどよろしく頼むのだ。最初に SP ボタンで出す必殺技を解説するのだ。まずニュートラル SP ボタンで波動拳。これはクラシックの強波動拳に該当するのだ。モダン剣は波動拳の正規入力がないからモダン剣の打てる波動拳はこれとオーバードライブ波動拳だけなのだ。波動拳の使い分けができないのか苦しくないのか。もともと波動拳の性能があんまり高くないし波動拳を打つことは本筋じゃないから個人的には気にならないのだ。でも剣で波動拳の使い分けをしたいプレイヤーはモダン剣はおすすめしないのだ。次に前 SP で昇竜拳。これはクラシックでいう中昇竜拳になるのだ。昇竜拳は正規入力が存在するのだ。使い分けができるのだ。なんでワンボタン昇竜が大昇竜じゃないのかはわからないのだ。大昇竜が良かった。でも対空で使うのは中昇竜だろ。別に良いんじゃないか。
ワンボタンで出せるなら大の方が良いに決まってるのだ。後で話すけどこの仕様のせいでコンボもちょっと面倒なのだ。そうか、後で詳しく聞こう。次にした SP で陣内脚、クラシックで宇宙陣内なのだ。陣内は波動拳コマンドでの使い分けができるので各種陣内が打てるのだ。なるほど、波動拳コマンドがこれで埋まってるのか。まあ今作は陣内脚の使い分けができた方がいいのでこれはしゃあなしかなと思うのだ。次に後ろ SP で劉備脚なのだ。これはクラシックでいう大劉備脚なのだ。劉備脚の正規入力はないのでモダン剣の劉備脚はこれだけなのだ。なので旧劉備脚を使ったしゃがみくらい限定コンボはモダン剣ではできないのだ。実質火力低下の要因の一つなのだ。立ち回りや固めで使うのは大劉備脚だから妥当っちゃ妥当なのだ。ワンボタンだからダメージ低下のペナルティはあるけど大劉備脚を予備動作なしで打てるのはモダン剣の魅力の一つなのだ。唐突に出して相手を困らせてやろうなのだ。最後に正規入力のみ対応の竜巻旋風脚4たす攻撃ボタンなのだ。生出しはあまりしない技だけども粉塵脚から出すことが多いので竜巻コマンドはしっかり入れられるようにしてほしいのだ。あと剣は前ジャンプで空中竜巻が出せるのだけどもモダン剣の場合は空中 SP ボタンでも出るのだ。空中オーバードライブ竜巻を逃げに使うこともあるから覚えておいてほしいのだ。クラシックからの移行だと配置を覚えるの大変だったんじゃないか。いや本当にそれなのだ。頭混乱しまくりでしまいには痛くなったのだ。カナダもモダン魔のをやるときは同じ苦しみに遭うのだ。楽しみにしておくのだ。ああ、心構えはしておくよ。次にアシストコンボも紹介しておくのだ。アシスト弱、タッチ弱キック、弱陣内脚、下段派生。アシスト弱を連打していると下段派生まで自動で出るけど弱陣内脚の後に隠し派生に移行できるのだ。地味に便利なアシストコンボなのだ。アシスト中、アボハネ2段、粉塵脚、粉塵劉備脚、末に疾風陣内脚。粉塵脚まで出してくれる便利なコンボなのだ。劉備脚以外の必殺技を入れることも多いので連打ではなくきちんと必要回数分入力できるように練習しようなのだ。動画だとすげえ連打してるけどこれは出し切りの紹介だからいいのだ。アシスト強、立ち大パン、オーバードライブ陣内脚、下段派生出し切り、生産侵入劣化。アシスト強単発はよく使うけどこのコンボ自体は使わないんで忘れてもよいのだ。とどめ用のコンボで絶対ミスりたくない時ぐらいかな。モダン剣はアシスト中のコンボはすげえお世話になると思うのだ。アシスト中コンボのボタン感覚は何度も使って覚えてね。よし、じゃあコンボに移行なのだ。まず小技指導の基本、弱、弱、弱、大昇竜拳。ピューと違って前 SP の中昇竜拳など届かないから注意してほしいのだ。大昇竜拳なら届くのにな。ほんとな。昇竜拳の入力がきつい場合はしゃがみ弱、しゃがみ弱に変えね。アシスト弱、アシスト弱のコンボもあるのだ。昇竜拳の入力がきつかったら試してみてね。次は密着から弱竜巻を使ったコンボ。立ち弱、立ち弱、弱竜巻 6SP もしくはアシスト強、弱竜巻 6SP。 反撃確定で使う時もあるコンボなのだ。最後の昇竜を SA2 にもできるのだ。モダン剣はお世話になるコンボなのでぜひ習得してね。次はすげえ大事なコンボ、アシスト中関連のコンボなのだ。まずアシスト中の1段目と2段目でアボハネ2段というコンボになるアッパーを2回出す攻撃をするのだ。そしてアシスト中3回目で粉塵脚という移動技を出すのだ。この粉塵脚専用の派生技があるんだけどもそれとは別に昇竜、竜巻、劉備脚への派生も可能なのだ。どれも炎のエフェクトがついて性能がアップし状況に応じて使い分けることが可能なのだ。剣のコンボ難易度を上げている要因の一つだけどもどれも優秀なのでしっかり覚えて使い分けよう。最初にアシスト中、アシスト中、アシスト中、粉塵脚昇竜拳派生。アシスト中を3回押して前 S キーなのだ。アシスト中2回から昇竜拳を出すよりダメージが高いので純粋なダメージアップのコンボなのだ。次にアシスト中、アシスト中、アシスト中、粉塵脚竜巻旋風脚派生。ダメージは粉塵昇竜に劣るけど大きく相手を運ぶ運びコンボなのだ。
竜巻の後に前捨て2回で置き攻めもできるのだ。絶対に覚えようコンボなのだ。次にアシスト中、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 強昇竜拳。剣のアシスト中コンボは粉塵脚から劉備脚まで出してくれるのだ。最後のシネを強昇竜拳にしたノーゲージでの入れ替えコンボなのだ。相手のドライブインパクトを返した時などに入れ替えとして使うのだ。ゆっくりでいいから絶対に手になじませてほしいコンボなのだ。一杯練習してほしいのだ。次は画面端のコンボ、アシスト中、アシスト中、2SP、リレイ 6SP 派生、強昇竜拳。画面端で 2SP である中陣来脚を使ったコンボなのだけども、2段目の派生にディレイ、技を遅らせて出すことが必要なのだ。この2段目のキック、最速で派生を出すと空振りしてしまうので遅らせて出す必要があるのだ。ちょっと難しいけどコンボ火力を出すためにもぜひ練習してほしいのだ。リレイ陣来脚がどうしても難しい場合はアシスト中、アシスト中、弱陣来脚、追加6強派生、弱小竜拳があるのだ。 SA につなげられないのでおすすめしがたいのだけど、最初の練習用としてなら有用だと思うのだ。これは全部最速で良いのだ。もう1個画面端コンボ、アシスト中、アシスト中、オーバードライブ波動拳、弱陣来脚、6弱派生、強昇竜拳。アシスト中、アシスト中、オーバードライブ波動拳まで入れ込んでヒット確認するコンボなのだ。ヒット確認がまだ難しい時におすすめなのだ。次に画面端の激ムズコンボであるリレイ陣来脚コンボ、しゃがみ強、強陣来脚、サイオスリレイ6弱派生、弱陣来脚、6弱派生、強昇竜拳。ノーゲージ最大コンボなのだ。めっちゃ難しいけどできるとかっこいいぞ。詳細はブログで。コツとしてミスするときは陣来脚の派生が出ないぐらいがちょうどいいのだ。次に端のドライブインパクトコンボなのだ。ドライブインパクトヒットアガード、アシスト強、強陣来脚、追加6強派生、前 SP。 ゲージを使ったインパクトコンボ、ドライブインパクトヒットアガード、アシスト強、強陣来脚、オーバードライブ劉備脚、 SAH。 入れ替えて入れ替えるすげえコンボなのだ。ダメージを伸ばしたいときに。次はインパクト返しでのカニ漢字のフルコンなのだ。前ステップ、しゃがみ強、粉塵脚、粉塵竜巻旋風脚、裏当て、オーバードライブ劉備脚、強昇竜拳。相手が画面端に近いとできないコンボなのだけども、ダメージは高いので狙える機会の時はぜひ狙ってほしいのだ。最後の強昇竜拳を各種 SA にしてダメージアップも可能なのだ。次はドライブラッシュのコンボ、反撃確定時などのアシスト強指導、アシスト強、ドライブラッシュアシスト強、アシスト中、ドライブラッシュアシスト強、アシスト中、中陣来脚、6弱派生、SA 三侵入劣化。画面のどこでもできるドライブラッシュのスタンダード的コンボなのだ。しゃがみ中からしゃがみ中、ドライブラッシュアシスト中、アシスト中、ドライブラッシュアシスト大、アシスト中でできるのだ。剣のしゃがみ中は発生が早いので差し込みや奇襲が強力。こっちも練習してみてね。次にモダン剣の劉備脚カウンター関連。最初の方で言った通り、モダン剣はしゃがみコパンから立ち中パンチがないため、劉備脚から二十歳弱のコパンが基本になるのだ。大劉備脚しゃがみヒット、立ち弱×2、弱竜巻、中小竜。立ちヒット時は繋がらないけど、ヒットしてもガードしても剣が有利なので立ち弱は入れ込んでよいのだ。ヒット確認に自信がない時は立ち弱を3回入れて強小竜剣にしよう。最後に立ち強のパニッシュカウンター。立ち強パニカン、ドライブラッシュアシスト強、粉塵脚、粉塵昇竜剣。画面端だと陣来脚も入るから練習してみてね。駆け足気味だったけどもモダン剣についてだったのだ。コンボは結構詰め込んだな。でも半分も紹介してないと思うのだ。剣はコンボ多すぎありすぎ難しすぎなのだ。陣来脚の種類の多さを考えるとまあ多いよなって感じだな。これでもクラシックより少ないのだけどね。まあコンボの種類が少ないよりは良いのかもしれないけど、
まあモダンはコンボを煮詰めるよりかは切り返し手段や確定手段の手数を増やす方が勝率に直結しそうではあるのだ。もうちょっと火力が欲しいとならない限りはモダン剣でやり込んでみるのだ。俺ももうちょっとクラシックマノンを練習したらモダンマノンも試してみるよ。その時は対戦よろしくな、ズンダモン。おう、僕の振り向き侵入烈波でケチョンケチョンにしてやるのだ。楽しみにしてるよ。じゃあ今回はここまで。ダイヤモンド帯のモダン剣相手でよければ質問コメントくれると嬉しいのだ。では最後までご視聴あありがとうりがとうごございまし。ざいましたたなのだ。実際何がそんなに変わったんだ。前はプラチナ帯を抜けられなかったよな。身も蓋もないことを言うと対空出るのが全てなのだ。切羽詰まると前ジャンプで逃げようとする人多いから、この飛びを落とせるだけでだいぶ楽になったのだ。やっぱ対空大事だよな。俺も意識するわ。それほどでもないゲーマーチャンネル。